塩そうめんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさっぱり塩そうめんを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節にぴったりな冷製そうめんのレシピをご紹介していきます。今回は塩味のとてもさっぱりとしたそうめんに仕上げていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。そうめん、お水、鶏ガラスープの素、塩、砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、黒胡椒、ごま油、白ごま、卵、小ネギ、ラー油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵と小ネギはこちらはトッピングで使っていきます。そして今回ね、ラー油を使うんですが、辛いのが苦手な場合はごま油だけで OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず一番初めにトッピング用の小ネギを切っていきます。まず根元を切り落とします。そして切りやすいように半分ぐらいに切ってください。そして切り口を揃えて切っていきます。はい、OK です。小ネギはこのように切っておきましょう。こちらの小ネギは切った状態のものがもうスーパーにも売ってるので、そちらを使っていただいても OK です。続いておつゆを作っていきます。お鍋にお水、そして塩、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、そして砂糖を1つまみ、2つまみ加えていきます。この砂糖が加わるとコクがアップして美味しくなります。そしたらこちらを火にかけます。火加減中火で一度こちらのつゆを沸騰させます。時折ね、混ぜながら加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。おつゆはこれで OK です。こちらは粗熱を取って、その後冷蔵庫でしっかり冷やしてください。それでは続いてトッピングのゆで卵を作っていきます。まずお鍋にたっぷりのお水を張って、こちらを沸騰させます。はい、お水が沸騰しました。沸騰したらここに塩小さじ1/2ほど入れてください。こちらはですね、卵がもしひび割れしてしまった時でも塩を入れていただくと白身がすぐ固まるので、それ以上白身が飛び出ないようにするために入れています。ではですね、卵を入れていきます。卵はですね、冷蔵庫からすぐ出したものを入れていきます。それでは入れていきます。はい、でもう1個入れます。このままですね、クツクツさせた状態で8分茹でていきます。はい、時間が経ったので火を止めます。そしたら卵を取り出しましょう。はい、そしてこのようにすぐ氷水で冷やすようにしてください。ではね、このまま10分ほど氷水で冷やします。それでは続いてそうめんです。まずですね、たっぷりの水をお鍋に張ってこちらを沸騰させましょう。はい、沸騰しました。それではですね、そうめんの茹で方をご紹介していきます。今回ですね、そうめんは茹でずに蒸らして仕上げたいと思います。ではやっていきます。まずね、沸騰した状態でそうめんを入れます。パラパラパラーと広げながら入れてください。そして全部そうめんを入れて一度再沸騰するまでは加熱しましょう。ぷくぷくぷくっと沸騰したらもう火を止めて、そして蓋をします。あとはね、このまま5分蒸らしていきます。たったこれだけでコシのあるとても美味しいそうめんに仕上がります。ではこのまま5分放置しましょう。はい、5分経ちました。では蓋を開けます。はい、このようにね、きちんとそうめんが茹で上がってます。では湯切りします。湯切りしたら手早くね、冷水をかけます。そして一度ね、さっとお水を回しかけます。はい、そしたら下にボウルを当てて、そしてまたお水をためます。そしてここにね、氷を入れてそうめんを締めていきます。このようにたっぷりのお水に浸したら、ちょっとお水流しながらね、氷水で冷やしながら、かつそうめんのぬめりをしっかりと取ります。そうすることで時間が経ってもくっつかず美味しく召し上がっていただけます。あんまりね、思いっきりやるとね、そうめん崩れちゃうので、優しくね、ぬめりを取りましょう。はい、こんな感じです。そうめん自体が冷えて、かつぬめりが取れれば OK です。それでは水切りします。はい、このように美味しそうに茹で上がりました。はい、そ
それではゆで卵の殻を剥いていきます。まずですね、卵の丸い方ですね、こちらにひびを入れます。そして一から剥きましょう。この時薄皮も一緒に剥いてください。このぐらいまず殻を剥いてください。そしたらね、この剥いたところをきっかけに親指を使って卵を撫でるように殻を剥いていきます。よいしょ。そうするとね、つるんと一度に殻を剥くことができます。はい、こうしていただくととても簡単に剥くことができます。それではもう一つも同じように剥いていきます。それではね、半分にしたいと思います。卵を切るときはね、こういった糸を使っていただくと綺麗に切ることができます。このように糸で一周させて、そして糸を引っ張ります。よいしょ。いきます。オープン。じゃじゃーん。はい、こんな感じで美味しそうな半熟に仕上がってます。それでは冷蔵庫で冷やしたこちらのおつゆを仕上げていきます。ここにごま油、あとは白ごま、そして黒胡椒、そして最後はラー油を入れます。これを混ぜます。はい、これでおつゆの完成です。それでは最後盛り付けていきます。まずね、器にそうめんを入れましょう。はい、そしたらここにおつゆを入れます。あとお好みでね、もうちょっとラー油入れます。そして黒胡椒、こちらはね、お好みで OK です。そして小ネギを散らします。そして最後卵を添えます。はい、これで完成です。こんな感じに仕上がりました。ラー油とかね、白ごまとか黒胡椒はお好みでかけてみてください。はい、これで塩そうめんの完成です。こんな感じに仕上がりました。卵も半熟です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すごくさっぱりしててとても美味しいです。美味しい。そしてこのごま油とラー油が効いてますね。そしてそうめんもすごくつるっとしてます。もうこのつけだれと最高に合いますね。ではゆで卵もいただきます。この半熟卵もすっごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の塩そうめんのポイントです。まずおつゆなんですけれども、一番最初に作ってその後しっかり粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やして使っていただけたらと思います。今回冷たいそうめんなので冷蔵庫で冷やしてるんですけれども、こちらあったかいままね召し上がっていただいてももちろん OK です。そうめんについてのポイントです。そうめんはですね、茹でずに蒸らしてください。そうすることで茹ですぎも防ぐことができて、かつつるっと美味しいそうめんに仕上げることができます。さらに火を止めて蒸らすのでガス代の節約にもなるかなと思います。こちらはですね、沸騰したお湯に入れていただいて、そして再沸騰したら火を止めて蓋をしてそのまま5分蒸らしてください。たったそれだけでね美味しく仕上がるので、ぜひこちらの方法でやってみてください。こちらの方法なんですけれども、そうめんの種類によって多少適正時間が変わる場合がありますので、一度やっていただいてちょっと柔らかいなと思った時は蒸らし時間を少し短くしていただくといいかなと思います。そして蒸らし終わったそうめんは手早く湯切りして、そしてその後冷水で冷やしながらしっかりとね揉み洗いしてください。そしてこの揉み洗いする時も優しくねぬめりを取るように洗っていただけたらと思います。そしてこのぬめりをしっかり取っていただくことで、時間が経ってもそうめん同士がくっつくことなく美味しく召し上がっていただけます。あとはしっかり水を切って召し上がっていただけたらと思います。そして今回はトッピングにゆで卵をつけました。こちらのゆで卵に関しましては、茹で上がったらすぐ氷水で冷やすようにしてください。そうすることで殻がつるんと剥きやすくなります。こちらの卵の半熟具合はお好みで変えていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。さっぱりとしてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は塩そうめんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。